歯の問題でちょっと長くもう3年ぐらいですかね続いてまして、きっかけだと思われるのが右の下の一番奥の詰め物が3年ぐらい前ですかね。右の奥、右の一番奥の下の歯ですね。7番目、取れたので詰めていただいて、イネが詰め物がで、取れたところが虫歯になってるのでちょっと削りましょうと。でその削った時にもうすごい痛かったんですよね。でも削りました。でイネも新しくできました。詰めました。で今までの経験からすると、いくつも歯医者さん行ってますし、大体詰めてで1回ちょっと、1週間ぐらい後ぐらいにまた来てくださいと、高さ調整しますっていうのが普通だと自分は思ってたんですね。ただそこの歯医者さんはもう今日で終わりですということで終了ですっていう感じでした。違和感があったんですけども、慣れる程度のものかなっていう感じで、終わったって言われたんで、いいやとほっといたんですね。でその噛み合わせの方もそうなんですけど、やっぱりその削った時に痛かったっていうのがあったせいだと思うんですけど、冷たいものとかを口にすると少しズキンとくるんですね。その歯医者さんに電話して、こういう症状があるという話をしたら、それはそういう時もある。でだんだん膜みたいなものができてくるから、それを待つしかないということだったんです。で神経を傷つけてしまったんじゃないですか聞いたんですけど、それは絶対ないです。でもうちょっと電話口で喧嘩みたいな感じで話してもういいやと。でちょっとズキッとするんだけど、ちょっとしばらく様子見ようと思ってで3ヶ月ぐらい経ってからですかね、やっぱり相変わらずしみるんですけど、よりもですね、顎の付け根とか耳の裏とかが痛くなってきたんですね。であと首筋とか肩こり、自分今まで肩こりってなったことがなかった。初めて肩こり、それやっぱり歯のせいだろうと思ってまた別の歯医者さんに行きました。でそしたらしみる方は一回一番奥の詰め物を取ってでコーティング一回歯の部分削った穴の部分ですねコーティングしてまたかぶせるっていうのをやってくれたんです。それでしみる方はほとんどしみなくなったんですね。であと行った歯医者さんが神経がおかしくなってないかどうかっていうのを東京医科大学に行って調べてもらった方がいい、紹介状を書いてくれて行きました。で電気を通す機械っていうのがあるんですよ。それを使ってやったら特に問題ないですよということだったので、とりあえず一番奥の歯の神経は問題ないんだなと、その時は理解しました。でその後でもやっぱり噛み合わせの違和感とあと痛み肩から首筋にかけて顎の部分、あと噛んだ時に痛いんですよね。こうずっとがあって、でやっぱりこれ噛み合わせがずれたのかな。噛み合わせの専門医っていうのが世の中的にはあるみたいな、そういうところをネットで
調べてまた行って本も歯医者さんに行ったら治療してる一番奥の歯の手前の歯が、クラウンなんですけど、以前虫歯をやってしまって神経もそれが取ってるんですけど、これがちょっと悪さしてるみたいだっていうふうに言うんですね。でそれを変えましょうと。で取ってまた変えました。で噛み合わせもこれで大丈夫ですって言うんですけど、でもやっぱり違和感がある。でさらに痛みもこの、首筋とかの痛みもなくならないので、もうこれ以上もできませんっていう、お手上げみたいな感じだったので、またその別の歯医者さんに行きました。他の歯医者さん、そこは今も通ってるんですけれども、汗かくとダメですで歯の問題じゃないです。でそこの先生は、やっぱり噛み合わせは調整しましょうと。ただ時間がかかるので1ヶ月に1回ぐらい通ってるって言って、本当に少しだけで、しかもその詰め物のとこだけ削る、自然の歯のところは削らないで調整しましょうということで、ずっとやってて、でだいぶその噛み合わせの違和感とか、あと首筋の痛みとかは和らいできてはいるんですね。ただ噛んだ時の痛みっていうのは、相変わらずあって、である部分良くなってる部分もあるとは思うんですけども、でもこれ続けていっても完全には良くならないんじゃないかなと思って、やっぱりまた自分で調べてたんですね。で先生の本を、図書館に見つけて、でそれ読んで3番目の本だったんですけど、昨日ですついそうですで、読むと結構自分に当てはまるようなことが多かったので、1番と2番買ってで読んで、でセミナーがあるっていうんで、今日来たっていう、ちょっと長くなって申し訳ないですで、その噛み合わせは今はいいわけ？いやー、よくはないですね。よくない。はい。来てください。今しっかり言ってもそれは治らないんですよ。今度は両手でこうして軽く触って、こうどっちがぽっちゃりしてるのかというふうに確認してください。右左どっちか片方ずつこう触って比較しながら。ぽっちゃりその肉がっていう。右と左どっちがお肉がありそうですか？左。本人は左って言ってます。それだけじゃなくて、左って言ってますし、で彼は右側が、今の問題は全部右側ですよね。そうです。っていうことを言ってます。そして、彼は、首この感じ、厚さを見てください。首この感じで、これは左ですね。右触れない。中身がない。わかります？はい。そして肩はこの感じ。肩はそうではないけども、首ははっきりわかります。後ろからよりはさらによくわかりますけど、頭皮まっすぐして顔まっすぐ。左側は頭皮は動きます。右はこの感じとこの感じ違いわかります？右はどうですか？左と比べて。右はその余裕がない。動いてないですよね。へばりついてる感じ。左は、この頭皮の下に筋肉ありますから、動かすと大体動くもんです。誰もだから頭で動く人多いんですけど、右は全くそれ動かないという状態ですけども、そして今左側で強く噛んで、左側で強く噛んで、これ右側で強く噛んで、右の感じはどういう感じですか？左に比べて。右はその噛み合わせ自体があんまり良くないので強く噛めない。そういうわけですね。では立って、もうちょっと前、はい、その状態で、じゃあ今度腕こっち見てください。これ肩見てください。これが左が引っ張った時、右ですよ。こっち見てね。わかりました？右は左に比べてどういう感じですか？
伸びる感じですね。で体を立った状態で右よりも5度前、右手で真右にこう手出して、そして5度前、はい、そんなに5度ってないですね、はい、それは5度前ですよ。でその方向に体を倒しながら、はい、で手を下ろして、その状態でもう一回腕引っ張りますよ。右前ね。どうなりました？伸びないですね。伸びないですね。今その状態で顔まっすぐ前見て、左強く噛んで、右強く噛んで、今この右の感じと体まっすぐして、ここで噛んで、この感じと体を倒した時の感じの違いあります？ですね、右で噛んだ時、まっすぐにした時は右で噛むと力が入んない感じですね。で今倒した時は？倒した時は力を入れて噛めるように。噛めますよね。体を倒すと強く噛める。抜けてる腕が抜けない。でもう一回今同じ方向に倒して、で顔まっすぐ前見て、はい、で先ほど左側は筋肉があったけど右側はなかったです。今右側はありますよね。右側ある。先ほどは左側は動いて右が動かなかった。今右側どうなってます？動いてますね。動いてますよね。体を傾けると彼は噛んだ時も腕も、そして首も頭皮もみんな正常ですよ。じゃあまっすぐして、これが正常な状態ですけど、で今はというと頭皮は左は動く、右は滑ってる、そして左の首は右はほとんどない、そして腕は抜ける、1、2、そして3、そして噛んだという状態ですけども、じゃあ左手で右の方の頭さんでオーバーして、はい、その状態で、これだとダメですね。長さもうちょっと、はい、でそこを触った時に、左側を強く噛んで、また右側を強く噛んで、今噛んだ感じは、頭触って噛んだ感じは、さっき普通に立っている時の感じに近いのか、体を傾けた時の感じに近いのか、どっちに近いですか？体傾けた時に近い。近いですよね。そして腕引っ張ると抜けないですよね。先ほど左が大きかったけど右が小さかった。今右は大きいですよね。頭を触ると体を傾けた時は正常だった。体を傾けた時と同じ状態なんですよ。で手を離すと、でもう一回変えます。左右の感じが違うの分かります？力が入らない。入らないですよね。でもう一回触ると噛めるでしょ。いいですよ。噛めるんです。彼は歯医者さん行く前に問題が起こってたんです。彼はそれを知らなかった。